はい、サソリ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2月前半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。2月って本当に2026年の中で重要なタイミングなので、ちょっと別動画で解説した2月だけの星の解説動画がありますので、そちらもよかったらご覧ください。では、いきます。今回は2月前半に見ますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップ8の逆、ペンタクルスエース、戦車、カップページ逆、死神逆、節制、ペンタクルス6、はい、気をつける方対策がカップの4と、ソードの5と、オラクルは、じゃん、カップないと逆です。なるほど。ちょっとね、星の解説させてください。まず2月っていうのは2月19日までっていうのは自分の内側とか、精神的なものとか、家の中とか、本当に家の空間とか、家族間のこととか、そういったことを整える、そのことに光が当たるっていう時期になりますので、どっちかというと外の世界で何をするかっていうよりも内側で何が起こってるかの方が、大事な時ということになります。そして特に2月は、これは後半ですけど、2月17日が日食になるんですよね。で、この日食は、さそり座さんにとって先ほど言った内側で起こる大事な気づきがある時なので、ちょうどその日食の前って、なんだかなみたいな、なんとなく体調が悪いなとか、もやもやするなとか、迷うなみたいなことが起こりやすい時なので、もし、しんどいなと思ったら、ちょっと、たっぷり寝るようにするとか、無理をしないで休めるっていうようにしてくださいね。カードではそこまで出てませんし、むしろすごくいい切り替えができるっていうふうに出ているので、これは後で解説しますが、そして、2月ね、14日からその土星がお羊座に入るんですけれども、このエネルギーに関しては、去年出した土星が示す今後3年間のテーマという動画がありますので、ぜひそちらを何度もご覧いただければ嬉しいです。3年間なんで2025、26、27年ということで、特に今年本番ですから、土星のエネルギーを解説してます。よかったらそちらご覧ください。おそらく、日常生活とか、健康に関してとか、働き方に関して、何か大きな取り決めをするとか、新しいフェーズが入ってくるんじゃないかなっていうふうに思います。カードでも出ています。ちょっとまず、この前半カードで見たときに、そうね、入り口がカップの8の逆なので、これまで自分がこだわっていたものや、これまで自分を慰めていた何かっていうものをもう手放していく覚悟がありますみたいな感じがあります。例えば自分が、例えばの話ですよ。寂しさをごまかすためにお酒を飲んでいたとかお酒に走っていたっていうことであれば、もうそれを手放して本当に自分が自分であるための決断をしていくみたいな、そんな感じかもしれませんし、別にそういうお酒とか物とかではなくても、この生き方とか働き方に対しても、こういうもんかなと思ってやってたけど、やっぱりやめようみたいな、もっとなんか自分に正直に生きられるような生き方をしようみたいな、そんな感じかもしれません。とても精神的な気づきや変化が多いです。そしてそうしたいと思う何かしらのきっかけがあったと思うんですね。さそり座さんの中で、ここに至るまでに、例えば去年の暮れからなのか、今年の1月、だったのか分かりませんが、何かすごくチャレンジしたことがあるっていう風に出ているんです。これは素晴らしいチャレンジだったと思います。やってみようって思ったとか、挑戦したとか、自分なりに頑張ったぞみたいなことがあり、それはものすごく価値があったと思うし、良かったと思うんですね。で、そこまで頑張ろうと思ったっていうのは何かしら自分にとってこれは絶対いいと思う。これは自分にとってプラスになる価値があると思ったからこそ取り組んだことがあるっていう感じがするんです。ただ今この瞬間どうなのって言ったら、なんか少し自分が過去に感じていたその感覚とは少し違う感覚になってきているっていうのが出ているんですね。でもそれはいいことなんです。なぜかっていうと、この1月の19日までっていうのは、すいません。2月の19日までっていうのは、
そうやって内側が、照らされて、内側をいろいろこう精査していくっていう時なので、本当にこれって自分の純粋な願いだったのかなとか、どうしたいのかなってことをやっぱり考えさせられるんですよね。で、それが特に家族間の中でとか、大事な人の中で、こう刺激を受けて、本当の答えにたどり着くまでの、もしかしたらドラマがあるかもしれないし、何か感情的に刺激を受けることがあるのかもしれませんが、でもそれがあるからこそ、自分なりに答えを出せるんだよっていうのが出てるんですね。これは再生というカードです。死神の逆っていうのは生まれ変わるとか、再生するとか、蘇るっていう意味があり、なんか、ああ、もうダメだとか、ああ、もう違うんだとか思ったけど、やっぱりそれで良かったよねっていう、なんか本当にどんでん返しがあるっていう感じがあるので、なんか今迷いがあったり、ちょっと、どうかなって思うことに関しても、その迷いがあるからこそ答えが出るとか、何か蘇るとか気づくことがあるっていう風に出ています。で、その後めちゃくちゃすっきりしてます。迷いなくもうこれですね、みたいな自分の中ではっきりと、自分にとって理想の姿だったりとか、理想の方法だったりとか、こうしたいっていう思いがちゃんと出てきてますね。で、そうできる流れがあります。で、それに対して自分ができることを自分にやっていく。自分をプッシュせずに、自分ができることを今できることの適度な量だけをちゃんとやっていくって感じがします。何かを犠牲にしてとかじゃなくて、バランスを取りながらできる分だけ進んでいけるっていう感じがありますね。なのでとてもすっきりしています。いい感じです。少し先の話になりますけど、2月の19日以降っていうのはもっと自分らしくあれるっていうような感じになってきますし、17日の17日の日食に関しても、もうここで、はい、もう決めた、はい、わかったみたいな、なんかそういうすごくスッキリ感があるので、前半もうすでにそういう、整っていくっていう流れの中にいるんだなと思います。うん。ただですね、全体を通して言われていることとしたときに、陥りがちなこととしてお伝えしとくんですけど、さっき言ったみたいにね、大切な人とか家族とか、そういう人の中で、ちょっと痛いことを言われるとかね、なんか迷いが生まれるっていうのが、それが本質に目覚めていくきっかけなんですけど、なんかそのことだけに焦点を当てると、なんかな、分かってもらえてないなとか、なんか違うんだよなみたいな、他者を責めたくなるような気持ちにもなるかもしれないので、そこだけ注意してください。なぜならば、今言われているのは、やっぱりなんか宇宙の流れって本当に、本当にいつも愛に溢れてるなって思うんですけど、嬉しいこととか都合のいいことだけを起こしてくれるわけじゃなくて、自分が本当に気づくべきことを気づくために、いろんな、あの手この手でいろいろ教えてくれるっていうのがあるので、今言われているのが、さそり座さんが本当に相手を信じられるかどうかっていう、そのその人の力を信じられるかとか、その人の誠実さを信じられるかどうかっていうことを試されてますよみたいな感じが言われてるんですね。疑い出すとキリがないんですけど、信じれば道は続いていくみたいなそんな感じです。なのでちょっと疑いたくなるような空気感があるけど、その中でこそ出る答えがあり、はっきりとしたね、気づきがあり、再生があり、ああ、やっていくんだなっていうのが出ているなと思ったんです。はい。ちょっとそれを踏まえた上でお仕事見ますね。なんかね、素直に誰かからの、申し出とか、そのサポートを受け取っていいんだろうか、どうしようかなみたいな感じで考えてるって感じがします。ちょっとね、仕事見ますね。タワー。ソードクイーン。ワンドの2ということで、お仕事どうでしょうかね。その方がどのような仕事ぶりをしてきたかとか何をしてきたかによって別に2月の前半に何かがひっくり返るわけではないんですけども、なんだか少し、仕事も全部変えようかなみたいな、それぐらいの若干投げやりな感じがありますね、ちょっと。
すごく温かい気持ちで、何かを信じて、あ、今嫌なことでもこれをやることに意味があるんだと思ってやるというよりは、なんかもういいやとか、もうダメだからとか、なんかそんな感じでちょっと自分にも厳しくなってるし、他者にも厳しくなってるのかなって感じがあります。お仕事を通して。もしかしたら何か自分がこれまで精一杯頑張ってきたことを評価されなかったとか、全然分かってもらえなかったからまあいいやって思ってるのかもしれないし、もしくは自分で自分を否定してる気持ちがあるからこそ、なんか自分がどれだけやっても、その仕事に対してのあの、利益とか温かさとかメリットっていうものを自分が感じられなくなっているのかもしれません。こんなにやってんのに、こんなにやってんのにって思いやすいかもしれないんですけど、それなんでかって言ったら自分で自分のことを信じてないからかもしれないというメッセージですね。なので非常に自分に対して厳しい感じがします。お仕事を通して。もっとやらなきゃいけないって思ってるのか、なんかそんな感じ。そして、もうこの手がダメならこっちの手、こっちがダメならこっちの手、どっちの割り方でやればうまくいくんだよみたいな、そんな感じもあるんですけど、どっちのやり方でも本当はうまくいくんですみたいな、そんな感じがしました。ご利用しというよりもちょっと引く感じかな。その方が自分も楽だし、ゆとりが生まれる感じがします。お仕事に関しては。そして、人間関係見てみますね。まあね、お仕事に関して例えばもう絶対こうしなきゃいけないんですよ、いついつまでにみたいな、そういう締め切りに追われるとか、そういうちょっとした圧迫感ってあるかもしれないんですけど、でもそもそもじゃあその締め切りの伸びたからって何なのみたいな。じゃあそれがダメだったからもうクビになるの？クビになった方がもしかしたらいいのかもねぐらいの、なんかそういうちょっと開き直りというか、それぐらい自分をあまりプッシュしないでほしいなっていう感じです。力抜く方がうまくいくみたいな、そんな感じがあります。お仕事に関しては。ものすごく頭を使ってリスクを回避して何をするかを考えてからじゃないとっていうよりも、いや大丈夫大丈夫、力抜いた方が、今のね、誘い座さんの感覚でちゃんと解決策も見えてくるし、うまくいく方法で出てきますよっていう感じがしました。お仕事に関しては。ちょっと人間関係見てみますね。ソードの9。カップのページ。そして、カップの9ということで、ですね、人間関係に関して特になんですけど、2月の7日とか、2月の7日以降、水星も魚座に入ったり、2月の10日以降、金星も魚座に入ったりするんですけど、それ以降の方が、素直に人の優しさを受け入れられたりとか、あの人ってそういう意味で言ってたんだなっていうことが分かったりするっていう感じが出ています。最初はちょっともしかしたらですけど、なんか本当に、素直に他者のサポートを受け入れたくない自分がいるみたいな感じがあって、自分で何とかしたい、自分でコントロールしたいという思いからして、それもできるんですけど、受け入れても大丈夫かもねっていうメッセージだと思っておいてください。で、受け入れないとして考えたら、なんだか自分は、嫌われているとか、自分は責められているみたいな、そういった、誤解を、感じそうだなと思ったんです。これは誤解です。誤解。自分で自分のことをそう見てるから、他者がそう見えるっていうだけで、実際ではないんですけど、すごくナイーブになって他者にも、なんか変なこと言っちゃったかなとかっていうふうに思ってるかもしれないけれど、さっき言った素直に自分が何を感じてるかとか自分を整えようってすると、ちゃんと見えてくるよって、ちゃんとその人との間の中にある愛がちゃんと見えてくるよっていうふうに言われてるんですね。で、そしてなんか後半になるにつれて、よかったみたいな、もうなんかどん底からすごい、めちゃくちゃハッピーに、振り幅広いなって感じがしました。なんだよかった、めっちゃくちゃなんか大事にされてたんだとか、なんかそんなに思ってくれてたんだみたいなことがわかるっていう感じですかね、これは。本当に自分が自分のことどう見てるかによって世界が全然違って見えますよね。ちょっとこれを踏まえた上でね、オラクルカード見てみます。いかがでしょうか皆さん。今、誘い座の皆さん、
自分のことどれだけ信じられてますかっていうメッセージがありますね。もし何かしら、分かったよって、通じたよという方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクル引いてみますね。さそり座さん、これかな。はい。このカードが出ました。何か感じることがあれば皆さんも直感を使ってメッセージ受け取ってくださいね。タレントガイドですよ。やっぱり何かご自身が持ってる本当の力っていうものを出せるように、表現できるようにサポートが来てるよっていうことだと思うんですね、これは。それは現実の世界の誰かかもしれないし、どこかから聞く情報かもしれないし、本当に見えない波動としてそういう応援が来てるのかもしれないし、でも自分の本当の良さをなんか表現するチャンスがあるのかなと思いました。はい、ということで今回もありがとうございました。ぜひ落ち着いた豊かな時間を過ごせますように。失礼します。